こんにちは、ホロロです。今回はドラママイホームヒーローの3話を取り上げます。恭一が本格的に半グレ集団の構成員としての顔を見せ始めました。それでもかっこいいですか？確かに論調を変えずにコンコンと鉄を追い詰めていく姿は冷静で知的でした。外見もチンピラ然としておらず、実はそんなに悪い人ではないのではと色眼鏡で見てしまう瞬間もあります。だけど彼が今回の話のラストで叩きつけた横暴すぎる暴論、やっぱり悪人ですよ。さて今回は鉄夫と河川が拷問を受けるのが辛かったという意見もあるかもしれません。これから視聴する予定があるけれど見るのが怖いという方は本動画をご覧いただいて視聴可能かどうかのジャッジを下していただければと思います。ただ海外ドラマのそういうシーンよりはだいぶマイルドですよ。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。最近のドラマだとトリリオンゲーム、フェルマーの料理、ポケットに冒険を詰め込んで時をかけるような恋人たちを取り上げているのでよければご覧ください。ドラママイホームヒーローの原作、放送情報や配信については前々回の動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておくので今回ははしょります。ドラマの見どころもたっぷり語っているので合わせてご覧ください。では内容を振り返っていきます。大好きなミステリー小説から得た知識を使い、ノブトの死体の処分をほとんど終わらせた鉄夫。かつてノブトとして呼吸をしていた肉塊は、無事に土と一緒に鉢植えの中に収まり、バクテリアに分解されつつあります。鉄夫はおもちゃメーカーで働いているのですが、怯えと恐怖にとらわれ仕事に身が入りません。周囲の人々の視線も気になり、挙動不審な振る舞いをしてしまいます。警察官にもどうしましたと声をかけられてしまいました。その頃、京一率いるトスケ包囲網はじわじわと狭まっていました。前回京一たちに、ノブト失踪に麗華のストーカーが関わっているとホラ話を吹き込みましたが、そんな人物は実在しません。すべては鳥栖哲夫と河川が企てたでっち上げと睨んだ京一。裏から手を回して、麗華がストーカー被害の自覚がないという言質を取ります。やはりトスケはノブト失踪に関わっている。京一の暗さを帯びた瞳が光ります。哲夫が岐路をたどっていると、突然スタンガンの電流に貫かれました。そのまま袋をかぶせられ、ワゴン車に押し込まれます。突然の襲撃にパニックに陥る哲夫。首元にはナイフが突きつけられます。トス哲夫、お前何か隠しているだろう。その声には聞き覚えがありました。麗華のアパートでの開口。友人の携帯電話を探しに来たと嘘吹いて近づいてきたあの男。途端に、鉄夫の頭脳が冴え渡ります。焦燥に駆られる素振りを見せながら、あえてのらりくらりと会話を交わし、ノブと失踪の背景には、麗華のストーカーが関係しているとの情報を与えます。ところが、京一はすでに知っているのです。麗華はストーカーの存在を自覚していなかった。つまりそんなものは存在しない。お互いの腹を探り合う、ひりつく心理戦。哲夫は一瞬たじろぐも、鈴木と名乗る探偵を雇って調べさせた、と訴えます。京一はそんなに覚えがありました。ノブとの情報を求め、麗華の部屋に踏み込んだ際に言葉を交わした清掃員の格好をしたあの男、出張サービスの鈴木。あいつか。京一はその矛盾のない論理に頭を悩ませます。そして哲夫の言う通り、麗華のストーカーがノブとの失踪に絡んでいるのだろうか。と捜索には息子のことを狂信的に愛するノブとの父、吉達が設けたタイムリミットがあります。ノブトを見つけてくれたら大金を支払う。しかし、もし万が一見つけられなかったという結果になったら、おいちくん、分かってるよね。身内だろうと容赦はありません。恐ろしい半グレ組織の片鱗が見えました。この任務を必ず成功させなければならない。その衝動に突き動かされる恭平は加減を緩めません。鉄夫は目隠しをされ、暗闇の中でその全身に夜風を浴びます。ここはどこか現場の鉄骨の上、気を抜くと夜の帳に身を委ねることになり、そのまま戻って来られることはできなさそうです。焦る哲夫。京一はノブトとの間に何があったかを尋ねます。ノブトなんて人物は知らないと答えれば、麗華を通して嘘がバレる。知っていると答えれば、現場にいたことを認めることになる。八方塞がりの状況で哲夫が出した答えは、麗華は何か言ってましたかでした。京一は冷徹に目配せをします。突き落とそう。見当違いの回答をした尋問相手に、京一は冷酷に死刑判決を下しました。そして、本当に背中を蹴られ、鉄夫の世界は天と地が逆転しました。落ちた先は柔らかなゴミ山でした。一命を取り留めた鉄夫の前に再び京一が立ちます。再度同じことを問いますが、やはりごまかす鉄夫。表情を変えないまま京一は鉄夫の腕をナイフで切りつけました。痛みにもだえながら鉄夫は、ノブトの姿を見たのは自分ではなく、鈴木だと答えます。それなら鈴木に連絡しろ。とスマホを渡されますが、京一のスマホに鈴木の電話番号は登録されていませんでした。メールだけでやり取りしていたのです。業を煮やした京一は河川と電話をつなぎます。鉄夫の自宅に仲間をやり、河川を束縛していたのです。ラップフィルムを顔面に押し付けられ、窒息寸前まで追い詰められる河川。妻もまた拷問されていました。鉄夫と河川、二人の証言が噛み合わなければ、嘘をついていることが露呈します。河川の証言が始まります。しかし話の寄り道が多く、なかなか聞きたいことを聞き出せません。じれる教一の仲間たち、それを見た河川を察します。この人たち時間がない。河川はようやく話します。娘にはストーカーの話はしていませんでした。鉄夫の話と一致しています。やはりこの女は白だ。鉄夫たちが願ってやまない結論に到達しつつある教一の仲間たち。しかし教一だけは違いました。口裏を合わせている可能性がある。
とはいえ、時間をかければかけるほど見バレしたり、警察に捕まったりするリスクが高まるのです。ボスの久保からも電話が来てどやされます。なおも助けに固執する恭一に呆れた仲間たちは、彼を置き去りにしてその場を去りました。冷静に、冷徹に距離を詰めていた恭一でしたが、ついに怒りをあらわにしました。お前が信人を殺したんだろう。続けて恭一は自身のメンツを保つためにとんでもないことを言い出します。ってことにして死ねや。ここまでロジカルに組み上げてきた推理をかなぐり捨て、恭一は暴論を叩きつけました。しかし鉄は生き延びるため、嘘に嘘を重ねることになるのです。僕と組みませんか？陽一と手を組み、信人失踪の原因を究明する。それは無理やり作った正解でした。ということで、マイホームヒーロー3話のあらすじでした。真島恭一ファンの皆さん、いかがですか？結構少年からして腐ってるでしょ？悪人なんですよ。でも人気なんですよ。ちょっと悪い男に色気を感じる。かっこいい。ブレた同級生がいち早く彼女を作って見せつけるように連れ歩く様を横目に、真面目に勉強に励んだ中学生時代を過ごした僕にはわかりますよ。痛いほどに。さて、殺人犯である主人公と探偵役であるチンピラ、二人が手を組み存在しない真犯人を探す。とんでもない設定ですね、これ。そして面白い。4話からは哲夫と恭一の二人がバディになるという激アツ展開を迎えるのですが、これまともな関係築けると思いますか？うまくいくわけがない。来週も楽しみですね。先が気になる方はアニメで見るのもおすすめです。ドラマはここまで原作の漫画やアニメに忠実に作られています。特に月額が安い Amazon プライムビデオで配信されているのが嬉しいですね。アマプラって大体みんな入ってるでしょ。僕自身もこの動画を作るのにアニメを再視聴しました。ここまでお楽しみいただけたでしょうか？ぜひ評価していただくと嬉しいです。X でも活動しています。現在のフォロワーさんが2400人。映画やドラマに関するポストを行っています。仲良くしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いできますように。